でも流線形でちょっとかっこいい速そうなといえばかっこいいしお、今日の花、48センチでしたっけ。48センチですね。まあでもね、最高に美味しいサイズ美味しいサイズでもかなり肉厚というかですね。いい方でしたね。このね、厚みと。いいですね。綺麗ですね。はい。じゃあちょっと下処理を。じゃあまずね、鱗から取っていきますね。僕の普段やってるやり方で、安全にやる方法ですね。100均のハサミ、文房具用のステンレス用ハサミ。これを使って、もうヒレを切っていきます。で、姿作りとか、こう姿作りとかするなら、ヒレがあった方がかっこいい。けど、その予定がなければ、もうさばく安全性を考えたら、ヒレをカットした方がいいです。もう先にもカットしちゃいます。はい。このまず胸びれ引っ張って、付け根から切っちゃいます。これをね、かっこよくやろうと思ったら、包丁でポンポンポンとかやってもかっこいいんですけど、プロじゃないんで、安全重視で。はい。じゃあ今度腹びれですね。腹びれも付け根から切ってやると。反対側も。ちなみにタイのヒレはヒレ酒とかにはあんまりならないんですけど、まあ効かないですよね。効かないですね。ちょっと薄すぎるんかな。どうなんかな。あんま効かないですね。よりかは粗炊き粗炊きにした後の、骨湯。甘辛く炊いて、食べるでしょ。で、身をのけた後の、残ったタレと骨に、熱湯をかける。一杯目しか美味しくないんですけど。ああ、いい出汁がこう。そう。今、胸びれと腹びれと取って、今度この後ろのヒレですね。これものけときます。ここから。で、ここまでは切れるんだけど、最後の、ここが硬いです。なので、ここは慎重にいきます。反対側も、よいしょ。この付け根から。これだけ取っといてあげたらもう全然違いますか？全然違いますね。道具の使い方が楽になります。この背びれとか胸びれとか、不意に刺さってきますからね。めっちゃ痛いですよね、またね。めっちゃ痛いです。こういう感じですね。で、なんか見るからになんかさばきやすそうになってきますね、これね。で、僕はもう最終は、この尾びれも切っちゃいます。ただ、魚をこう回転させたりするのにあった方がいいので、今はつけたままにしてます。すごいなんかスリムになったでしょ。なんか見たことのない貝の形だからちょっとブサイクに。でも流線形でちょっとかっこいいといえばかっこいいし、面白い形にね。こんなタイは見たことないです。ちょっとね。ただ家庭でやるにはやっぱ怪我するよりかはいいと思います。いや、いいですね。はい。で、まあ、こういう鱗取りで、こうやっちゃうとバチャバチャって飛んじゃうんで、ちょっとずつ円を描くような感じで、こんな感じでいきます。で、ヒレがあると、この道具をできるだけ長く持って、こういうとこに当たらないようにするけども、刺さるものないんで、はい。あんまり気にせず。確かにこう、取ってあげるといいですね。はい、この付け根までこう取れるでしょ。本当だ、ここの付け根がなかなか残るんで。結構数をさばいたりするときは、もうまとめて切っちゃう方が仕事が早いです。でも絶対そうですよね。あとここの頬にくる部分。より丁寧な仕事がね。で、実際炊く前は一回、熱湯にかけてね、残った鱗と臭みを抜けてやる。
最終の盛り付けを考えないんであれば、これが一番安全でかつ綺麗にのけれて早いです。でもね、いろんな場面で登場するハサミは本当ね、使うに越したことないですね。もう道具は使いようですね。包丁で全部できたらかっこいいですけど、結局ね、無理に力入れると怪我するし、身もね、結局崩れちゃうんで。そうなんですよね。包丁で無理すると身がなんか変に、潰れちゃうんで。これで今ざっと取れたんで、仕上げはこの包丁でね、ある程度。もうでもほぼほぼ取れてますね。大体こんな感じですね。はい、次はエラを抜いていきます。で、エラ抜くときは、まず口を開いてやるんで、この下顎に包丁を入れて、グッと押してやるとエラが開きます。開くと、一回こう、関節が緩むと、包丁が入りやすいんで。一回思いっきり開いてあげる。開いてあげると。で、このエラの内膜、これが今つながってますよね。これが両サイド、エラ膜でこうつながってるので、これをこの開けて付け根ぐらいからぐさっと刺して、まずエラ膜を切った感じね、今。で、今度この付け根、付け根でまた残ってるので、これは包丁でバスッと入れてもいいんですけど、もうこれもハサミでこの付け根を切ってやると。で、これが両サイド。はい。これで、こことここが外れた状態。包丁をこう入れて、このエラの一番外にかけて、ピッと引っ張ると、こんな感じで。エラ切れていきます。次またハサミ入れていきます。今鱗がのいて、エラものいて、この状態でまだお腹がね、つながってる状態で、逆さ包丁で肛門からこう入れてもいいですけど、まあ道具に慣れてないとね、難しいので、これもハサミで、この肛門のとこからまだこの子が白子があるかないかもわかんないんで、極力こう入れたらこの刃先が上に行くように、中を傷つけないように、ちょっと上を意識しながら切っていくとまっすぐ。で、ここのさっきの腹びれがついてるとこ、ちょっと中骨があるんで硬いんで、慎重にで、大体僕はこの辺で止めます。お、ちらっと見えちゃいましたね。これはさあ何が入ってるかパカッ。これは白子ですね。で、もっとのっこみが、進んで産卵期が、近づいてくると、ここの赤いラインがもっと真っ赤っかに出てきます。で、この内臓を取り出す時に気をつけないといけないのが、この緑色の、ありますね。これが苦玉なんで、これが割っちゃって白子とかについちゃうと、苦くなります。なのでこれを気をつけながら取り出します。こういうのもハサミで膜がついてるとこをちょっとずつ切ってやると取りやすくなりますね。まで来たら、このなんていうかな、脊髄の付け根ぐらいから全部が出てるんで、慎重に丁寧にね、白子がお目当ての場合はね。
これが肝臓と、これが例の苦玉ですね。苦玉はい。これを潰しちゃうとダメなんで。そうですね。ただ、ここに白子が残ってますね。で、これも潰さないように。この時期の美味しいものの。美味しいものですね、これが。白子。ちょっとまだちっちゃいですけど、でもこれでも美味しいですね。いいですね。で、こういうちょっと付け根とか、こういったところももうハサミで。不要な部分はハサミで切って。最高ですね。こういう感じですね。で、こんなね、美味しそうな。いいですね。いいですね。タイのお腹の中って結構深いんですよね。本当ですよね。で、この白い、なんていう膜、これがよく深場から上がってきたら、浮袋が膨れるという浮袋なんですよ。で、今割れてる状態ね。さっき包丁入れたんで、これが膨らむと浮いてくる感じですね。で、この中にはあとはちょっとだけ内臓が残ってるのが、肝臓の端っことこれ心臓ですね。ちっちゃいですね。で、この状態まで来たら、この浮き袋のさらに奥にあるこの血合いを掃除しとくと。すると、熟成させたりするのも。この状態でとにかく、あんまり開かずに掃除をすると。しかも、その臭みの原因となるところは徹底的に排除すると。それが熟成のポイントですね。ポイントですね。意外と血合い深いんで、この中まで入ってるんで、お掃除ブラシ。歯ブラシの化け物みたいな。これで、さっきの血合いの中をきれいに掃除してやると。なので、100均の、ハサミ、100均のブラシ、こういうのを活用してやると、仕事が丁寧にできて早く綺麗に仕上がります。で、物も安い。安い。本当ちょっともう汚れすぎたら気兼ねなく買い替えれます。エラも綺麗に磨いて、中も綺麗になって、本当に。で、ここをね、残してる、裂かなかったというのは、もし熟成さすときは、この中にキッチンペーパー入れて、ここにもキッチンペーパー入れて、ギュッとして、外にもキッチンペーパー、もしくはグリーンパーチ巻いて真空にしてやると少しでもその酸素に触れる、箇所を減らせれるっていうんで、やります。でうちの場合はさらにここからもういらないところ、このヒレですね、尾びれも切っちゃいます。どんどん可愛いスタイルになってきます。本当ですね、なんか。いや、まさに流線形の。そんな感じですね。なんか、タイのようでタイじゃないような形にね。なんか、美味しいとこだけ残したと。そうです。これで最後、この子を戻しとくと。最高。素晴らしい。よし、じゃあ、あとは帰っていいからさばいてみましょう。